皆さんこんにちは、アキです。今回の旅の目的地はケニア第2の都市モンバサです。以前の動画で見てきたナイロビや第一交代などケニアの内陸の地域とは異なり、インド洋に面する温暖な熱帯気候の地域で約120万人の人々が住んでいます。歴史的にはケニア最古の都市とも言われていて、アラブ人やインド人などとの交易で栄えた港湾都市として約1000年の歴史があると言われています。またこのような交易の歴史からキリスト教が主流なケニアの中でイスラム教徒が多い地域でもあるというのが特徴です。日本人でこの街を旅してなおかつそれを動画で残している人はまだ少ないんじゃないかと思うので、今回はそんな地理、歴史、文化的にとても興味深い都市モンバサを深掘って皆さんにその魅力をシェアしていきたいと思います。ここはケニアとタンザニアの国境にあるアンボセリ国立公園です。前回の動画まではここに滞在していたのですが、ケニア内陸の旅を終えてこれからインド洋に面したモンバサに向かいたいと思います。ちなみに奥にうっすらと見えるのがアフリカ最高峰のキリマンジャロです。今回モンバサへは高速鉄道を使って向かおうと思います。道中にはこういった村もちらほらありました。大体こういった村どこもそうなんですけど、道路のこの隣のところにめちゃくちゃゴミがいっぱい捨ててあるんですよね。これちょっと地元で暮らす人とかもこのゴミどう思ってるんですかね。で、あと牛とかが普通にその辺を歩いてたりします。もう一つ特徴としてはですね、イスズのトラックがめちゃくちゃありましたね今回。実際ケニアって大体日本車の中古車が街中走ってるんですが、トラックはイスズとかあと三菱とかが結構多かったですね。いや嬉しいですね、日本人として。で、皆さんに一つ見てもらいたいのが、このトラック運転手の方が窓にキリストの絵を貼ってありますよね。やっぱりこのアンボセリ国立公園の周りはですね、ケニアの内陸部のあたりはキリスト教徒がすごい多いんですね。もともとケニアというのはイギリスの植民地下にあったので、やっぱりその影響を受けてキリスト教の方が今でもすごい多い地域ではあるんですが、今回これから向かうモンバサに関してはもともとアラブとの取引がすごい多かったので、今でもムスリム教徒の方が多数派となっています。なのでこの光景を一つ覚えておくと、これから動画で見て回るモンバサとの対比がより面白く感じれるんじゃないかなと思います。駅までの道中はずっとこんな感じで草原が続いています。よく見るとたまに民家がポツンとあったりもします。こういったところにもしっかり電気が通ってますね。なので人が住めるんだと思います。すごい駅でかくない？本当や。バイバイ。バイウサ。アサンテ。ケニアにはもともとイギリス統治時代の鉄道があったみたいなんですが、それはもうかなり老朽化していたとのことで、最近になって中国がお金を出して新しく高速鉄道が建設されました。アンボセリから上がってきてエマリステーションまで来てモンバサに向かいます。想像以上にでかくて綺麗。日本からこういったお菓子も持ってきてるので、ゆっくり食べながら車窓を楽しみたいと思います。買いましたよ。このケニアの鉄道旅の魅力は何といっても日本ではまず見られないこの雄大なサバンナの景色ですね。どこまで行ってもずっと草原が広がっています。これが世界最大の大地、ヤッタプラトーですね。このヤッタプラトー、別名ヤッタ大地とは全長200キロにも及ぶ世界最大級の大地です。これは一説によると約1200万年前の火山噴火によって、その火山の近くにあった川に溶岩が流れ出て冷えて固まって、それから1200万年かけて周囲が風化によってどんどん削られていき、溶岩で満たされていた川の部分だけが最後大地として残ったと言われています。今では信じられないですが、この周りより高くなっている部分が大昔は川で、その部分こそが周囲より低い場所だったと言われています。
この本当に長い年月をかけた地形の逆転現象、地形の高さの逆転現象っていうのが個人的にはすごい面白いなと思います。ロマンを感じますよね、本当に。結構電車の中からずっと長い距離見ることができますね。進撃の巨人に出てくるウォールマリアとか、ああいう壁みたいで延々とずっと横に連なっています。ちなみにこのヤッタ大地の反対側にはザボイースト国立公園というものがあり、現代でもたくさんの自然動物が暮らしています。ヤッタ大地を過ぎて内陸部を走っている間はずっとこういった乾燥した赤土の大地が続いていたんですが、もう少し走っていくと景色がガラッと変わりました。やはり海の方に近づいていくと少しずつ植生が変わってくるのかなと思います。さっきまでみたいな赤土と草原みたいな景色ももろにケニアっぽくてすごいなと思いましたが、この緑が続く景色もすごい圧巻です。約4時間半ほどでモンバサ駅に到着しました。はい、見ての通りかなり大きな駅です。さすがケニア第2の都市だなっていう感じがします。で、今回はあまりにも土地勘がない場所での旅だったのでガイドを雇うことにしました。まずは宿に向かいます。街中に出てきて少しずつ交通量が多くなってきました。正直見た感じ治安がいいとは言い切れなさそうな雰囲気ではあります。ナイロビのキベラスラムでも見たようなマーケットが延々と連なっています。こういうところも立ち寄ってみたいなとは思うんですが、日本人のですね、ケニアの旅行記をいろいろとネット上で見てみると、あまり日本人だけで外を出歩かない方がいいということを書いてあったので、ちょっと今回は控えてですね、まずはホテルに向かいたいと思います。そしてついに宿に到着しました。アンボセリから長かった。ケニアの中でもナイロビなんかはかなり標高の高いところにあるので涼しいんですが、この海辺の都市モンバサっていうのは、そんなに標高高くないですし、海の湿気があるのでかなり蒸し暑いですね。先ほどのマーケットから全然近い場所にあるんですが、かなり雰囲気が違いますね。一気にリゾート地のような感じになりました。こちらが今日から2泊する部屋になります。普通に綺麗ですね。で、この辺りっていうのはマラリアに注意しないといけないということで、この蚊よけの天蓋がついてるのはありがたいですね。テレビは日本のパナソニック製ですね。庭も緑豊かですごい綺麗です。じゃあこの謎の物体食べてみるね。多分甘いココナッツミルク味の何かだよね、これは。なんかちょい固めの芋で、ほんのりココナッツミルクの味がする無味な芋ですね。おそらく今の気温は30度台前半ぐらいだと思うんですが、湿気もかなりあるんですが、今日に関しては風がかなり気持ちいいですね。白砂のビーチと海もすごい綺麗です。で、ビーチでまったりしてる間に夜ご飯の時間になりました。これまで通りビュッフェスタイルです。正直ケニアってご飯どうかなと思う人もいるかと思うんですが、こういうリゾート地のホテルはビュッフェスタイルのところが多いので、日本人でも全然問題ないかなと思います。で、実際自分もですね、本当に今回のケニアの旅はどこに行ってもご飯が美味しくてですね、だいたい2皿か3皿ぐらいいつもビュッフェで食べてました。米発見したわ。やっぱね、米がないと締まらないんで、米、肉、パスタ、コロッケ。はい、昨日の夜は爆睡でした。で、今だいたい朝の8時ぐらいなんですけど、もうすでにビーチにたくさん人がいます。で、どうやらですね、ずっと見ているといろいろ商品を準備してたので、ここで商売をする人たちらしいです。多分ここホテルのプライベートビーチなんじゃないかなと思うんですけど、もう勝手に入ってきちゃってるみたいですね。で、今日はですね、実質モンバサ1日目というところで、街の歴史だったり文化に触れられるようなスポットに行きたいと思います。で、午後に関してはすごい現地で有名な綺麗なビーチに行こうと思います。自分は今モンバサ郊外のリゾートホテルに泊まっているんですが、モンバサの市内の中心部に行くにはこの橋を絶対に渡らないといけません。
で、なぜかというと、モンバサの中心部というのは地図で見るとわかるんですが、小さな島の中にあります。で、その島から出た他の地域にももちろん民家だったり、ホテルだったり、マーケットだったり、いろいろあるんですけど、ただモンバサのこの中心部に行くには絶対に橋を渡らないといけない。で、ちなみに今回のモンバサ旅、この橋を渡らなくちゃいけない、もしくはフェリーを使わないといけないということに今後本当に苦しめられることになります。橋を渡って町の中心部の方に向かっています。で、モンバサの街の特徴というのは、この建物が青と白の色で統一されているところが多いです。青はインド洋の海の色で、白は先ほど見てきたような白い砂浜をそれぞれイメージしているらしいんですが、海辺の街らしくてすごいいい試みなんじゃないかなと個人的には思いました。で、街中を走っているとやっぱりイスラム教徒の方をすごい多く見かけます。もしかしたら日本人からすると同じ国の中なのに全く違うこういった宗教が混在していて、で同じような見た目の方々なのに、こういう全然違う服装をしている、全然違うようなその文化背景をそこに見出せるっていうのはすごい面白い体験かもしれないですね。こうやって少し見てきただけでも分かるように、このモンバサにはアフリカだったりイスラムだったり、あとはインド、あとは欧州のそういった文化が混ざり合ってるんですが、その文化と歴史を学ぶべく、まずはジーザスフォートという世界遺産の要塞に向かいたいと思います。世界遺産のフォートジーザスに到着しました。で、ここはかなりモンバサの中でも有名なスポットなので、こういった感じで地元の子どもたちも社会見学に来ています。入り口でチケットを買うんですが、入場料は1人1200円でした。ジーザスフォートではインド洋に面した東アフリカの歴史に思いを馳せることができます。このモンバサはアフリカ、アラブ、インド、中国、そして大航海時代以降はポルトガルやイギリスなど様々な国の思惑が渦巻く、まさに世界史が紡がれてきた場所でした。自分も調べていて面白いなと思ったので、ここで少し深掘って解説していこうと思います。そもそもモンバサは西暦900年頃に確立した東アフリカ最古級の港町でした。アフリカ大陸への玄関口として中東やインドと鉱物、象牙、奴隷など様々なものが季節風貿易によって取引されていました。その立地の重要性から様々な勢力がこの場所を争うことになります。その名残として、例えばケニアやタンザニアなどの東アフリカの国々では英語とともに公用語としてスワヒリ語が使われています。実はこのスワヒリ語は歴史的には元々の現地の言葉とアラビア語などが交易などを通じて混ざっていって形成されたと言われています。そしてこのモンバサはスワヒリ語ではキシワチャンビータと言ったそうですが、これは戦いの島という意味らしいです。モンバサは大航海時代の16世紀後半からはポルトガルによって支配されました。その際に作られたのがこのジーザスフォートです。ポルトガルの砦なのでキリスト教のジーザス、つまりイエスの名前が用いられています。なぜ東アフリカの都市の支配者にいきなりポルトガルが出てくるかといえば、16世紀前半、大航海時代の初期にスペインとポルトガルが香辛料などの貿易品や新しい土地をめぐって競い合っていた時代の中で、ポルトガルからインドへの貿易路の中継地点としてモンバサが活用されたからです。かの有名なバスコ・ダガマがポルトガル王の命を受け希望峰を経由した東回りでのインド航路を発見する際の航海でモンバサを訪れていたと言われています。その約100年後、戦いの末にポルトガルがモンバサを支配するようになりました。しかし栄枯盛衰、さらに約100年後、ポルトガルの勢力は衰え、1698年にはムスリム系のオマーン海洋帝国によって3年間にもわたるジーザスフォート包囲戦が行われました。飢えと疫病の蔓延により、ついにポルトガルは砦を放棄、オマーンによる東アフリカ支配が強まります。その後1885年にイギリスがケニアを植民地とする中で、モンバサもその影響下に置かれました。1907年にイギリスがナイロビに新首都を作るまでは、このモンバサが英領東アフリカの最初の首都でした。砦からはモンバサの港が一望できます。外に見えるのが旧市街オールドタウンです。ケニアという近代国家はここから始まりました。You see this building with the green roof and the red bricks? It's known as the Mombasa Club. It was opened by the British 1897. When opened, only for male whites. No women, no black people. And you had to saw bow and この隙間から毒を塗った矢を放っていたといいます。日本のお城の矢様みたいですね。ここからかつては敵艦を覗いていたのでしょうか。
平和な現代ではただただ美しい海が広がるばかりです。この扉も歴史的な価値があるもので、西洋とアラブのデザインが混ざり合ったものとのことです。ガイドの方曰く、先ほどの解説にもあったように、アラブ人との交易の中で現地の言葉とアラビア語が混ざり合ってスワヒリ語が形成されたといいます。スワヒリとはアラビア語で海岸を意味するらしく、まさにモンバサを含めたこの東アフリカの沿岸部のことを指していたんですね。もともとはポルトガルが作ったこのジーザス砦ですが、その後ムスリムのオマーン帝国が勝利したことでアラブ風のデザインも見られるとのことです。Introduce flowers. They have flower pots with flowers decorated by carving. Arabic have Arabic Oh yeah, scriptures. there's Arabic. Yeah, and you see the chains means unity and togetherness. Flower symbol of love and peace. The 5 pillars of Islam. You know the 5 pillars of Islam? Yes, Yeah, and these were for sparing animals. yes. And when the soldiers... So 1630, that's when they drew the paintings. And most of them are ships, churches. Salboke, name of a Portuguese ship. Lemos, Portuguese surname. And you see this picture, one Portuguese soldier used to fight 3 Arab soldiers. なんか中国の陶器っぽくない？違うんかな？ You see, this is Africa. It's great. やはり中国の陶器もたくさんありました。アフリカからはるか遠くの東洋の品々をここで見かけると世界史のロマンを感じます。明朝の時代に大艦隊を率いたあのテーワもモンバサのすぐ近くの都市を訪れたという記録が残っています。こちらはかつてのトイレですね。下にそのまま落ちるような形になっています。ここに15人ずつか。狭いね。 You know, before, we didn't have that. ガイド曰くこれはイギリスの時代に作られたものらしいです。ジーザスフォートはそこまで大きくないので数十分もあれば回りきれると思います。ここではモンバサの戦いの歴史を学ぶことができたので、次に交易の歴史に触れるため先ほど中から眺めた旧市街を散策しようと思います。モンバサでは野良猫をちらほら見かけます。かわいい猫ちゃん。猫はイスラム教徒にとって大事な動物とされているので市民に愛されているのでしょう。砦までかと思いきや、どうやらこのガイドの人がこのまま旧市街も案内してくれるみたいです。すごい装飾が。本当やな。 These are Portuguese with flowers. ここは1901年に創業したケニア最初のホテルとのこと。看板にはアフリカホテルと書いてあります。あ、ザンズバー。 Yeah, he ruled Mombasa and Zanzibar. さまざまな国の文化が融合した異国情緒あふれる路地です。Is it Portuguese style? Yeah. We call it lots of flowers, but we call them Lamu or Zanzibar. These are Indians. They are from Gujarati and Goa in India. あ、ゴア。Yeah. あ And this これはモスクなんですが、約500年前ですね。16世紀からあるモスクとのことです。こちらは元象牙屋さんですね。現在では乱獲が問題視されている象牙ですが、もともとは動物の毛皮なども含めて重要な交易品となっていたそうです。さすがに今では象牙は取り扱ってないとのことで、家具やお土産などを雑多に取り扱っているようです。モンバサは港町ということでフィッシュマーケットもあります。早朝じゃなかったからか商品は少なめですが、 see, everyone working there is Indian. But before they rely on wind, now they have modern machine boats, GPRS. But the main trade was slavery, spices, ivory, and jewelry. But now they bring spices from India to here. Yeah. And ここでもアラビア語の旗を発見しました。これだけアラビア語だったりイスラムっぽいものが街に溢れてると、今自分がアフリカのケニアにいるということを忘れてしまうような気がします。すごい、これなかなか日本では見ないですが、よくある風景ですね。海外では電話線が無秩序に広がっています。家の前で何か料理してる方もいますね。なんかいい匂いや。本当？ここが旧市街の元々のメインストリートとのことです。この辺りの昔の家は先ほど見てきたジーザス砦と同じくサンゴ由来の石灰岩で作られているとのことです。
cement. So now ただ古い家は崩壊の危険があるので今は誰も住んでないらしいですね。 a lot of bricks. そしてかなり細い道に入っていきます。ここは自分たちだけじゃ多分入ってこれなかったと思うので、リアルな生活が垣間見れてありがたいですね。今回はガイドがいたのもあり危ない目に遭うことはなかったですが、スリ等にはやはり気をつけた方がいいそうです。すごいトゥクトゥクの大変。この辺りからお店が増えていきますね。歴史を感じる年季の入った建物たち。人通りが多くなってきてムスリムの女性の方もいるので、なるべく顔を映さないように気をつけます。 We saw the mosque, yeah, the old port, the slave market. Now we are here. This with the yellow historical sites. This the spice market. So we ちなみにこの方、フォートジーザスの案内人だと思ったらかなり遠くまで案内してくれてます。最後にがっつりこの後現金でガイド料を請求されました。入場料が2人で2400円したのと、払った時に何も言わないでぬるっと入ってきたので、この料金に含まれてると勘違いしてました。当然ですが日本人の常識が通じないところが往々にしてあるので、最初に確認すべきですね。結果的にこういったディープなところまで見ることができたので、案内してもらえたこと自体はとても良かったです。こういう異国情緒あふれる非日常的な光景を眺めてると、日本の田舎の高校で世界史の教科書を読んで、いつかは中東やアフリカに行ってみたいなと目を輝かしていた自分に10年後行けるぞと教えてあげたくなります。そのくらいこの何気ない日常の景色に今感動しています。先ほどの旧市街の地図にあった市場に到着しました。こういったさまざまなものや人種があふれるマーケットが数百年前からこの辺りにあったんでしょうね。どこから来ました？東京。わあ、そうバニラ、めっちゃバニラ。Good smell. Just no check. It's good, very good. It's medicine. Good. 正直スパイスは買ってもこの旅行中使い道がないと思うので、せめてものお礼でマンゴーティーを購入します。さまざまな地域から集まってきた立派な野菜や果物たち。かなり熱気があるマーケットです。市場を抜けて大通りに出たところで旧市街ツアーは終了。ここでガイドの方が急に現金でもっと払えと言ってきて少し揉めます。そしてこれがこのケニア旅最大の危機の始まりでもありました。トゥクトゥクで次の目的地に向かいます。この後は少し離れた有名なビーチに行く予定で、モンバサ中心部から一旦フェリーで渡る必要があるので、その乗り場まで行きます。ただここからはもう本当にトラブルに次ぐトラブルでした。盗難リスクを考えて現金は少なめにしか持ってなかったのですが、そのほとんどをチケット代とさっきのガイド代とこのトゥクトゥク代でやむなく使い果たしてしまいました。これまでケニアの都市部での移動は基本 Uber のオンライン決済だったんですが、この後それが使えず絶望することになります。ひとまずフェリー乗り場に到着しました。運賃はタダです。ただとんでもない混み具合です。なぜこんなに混んでるかというと、先ほども少し紹介した面白いモンバサの交通事情があります。ケニア第2の都市モンバサが島であるということは先ほどもお伝えしましたが、このモンバサ島の南側にはなぜか橋がなく、フェリーを使わないと向こう岸に渡ることができなくなっています。まさかこの規模の都市で自由に行き来できる道がないとはちょっと自分も想定外で、この誤算がこの後の危機的状況につながってしまいます。西側の橋は冒頭中国の鉄道の駅から来た道で、北側の橋は今朝先ほどホテルから砦に向かう時に通った道です。先ほどの旧市街と港を通って南下してくると、このように島の南側にはなぜか車が通れるような橋がありません。ただもちろん南側にもたくさんの人が住んでいるので、中心部との行き来で常にとんでもなく混雑しているようです。乗客には見た限り違う人種っぽい人は全くいなくて、アジアンテイストな自分たちだけがとても目立ってしまってました。外国人が珍しかったのか、フェリー乗り場の入り口で警察に止められてパスポートの提示を求められました。なんと目の前にはビザが切れているのに滞在していたのか、捕まっている別の日本人もいました。パスポートはちょっと盗難が怖かったのでコピーだけしか持ってなかったんですが、
今度からしっかり携帯しているようにと言われてしまいましたが、コピーと E ビザを見せたら無事通してもらいました。止められて不安で泣きそうになってる妻を見て大丈夫だよと言ってくれた優しい警察官の方でした。やっぱりパスポートは肌身離さず持っておいた方がいいですね。不携帯だと処罰の対象になる国もあるようです。乗るまでは結構待ったんですが、出港してしまえばすぐ対岸側に着きそうです。このフェリーは人だけでなく車やトラックなども乗せて対岸に運ぶようで、都市の物流に欠かせないものなのでしょう。乗船してから10分ちょっとで対岸に到着しました。ここだけ見ると朝の山手線のような人口密度です。で、やっとここからビーチに向かうタクシーを Uber アプリで探そうと思うんですが、マッチした運転手がみんなアプリ上のカード決済ではなく現金払いしか対応していないと言い出して焦り始めます。ナイロビではそんなことがなかったので完全に想定外の事態です。聞いてみると、その日暮らしの人が多く翌月の振り込みまで待てないのと、そもそもガソリンを必要最低限しか入れてないので、行き先が決まってから必要な分だけ現金払いでガソリンを入れることが多いらしいです。結局やっとのことで見つけたこのタクシーもダメで下車。さっき待ってる間にヤバそうな人に絡まれたりもして、正直今かなり緊張感があります。すごいことになっちゃったね。まさかのキャッシュオンリー生活。リスク回避のためにキャッシュを最低限にしたら、そのキャッシュを根こそぎ取られて動けんくなるっていう。まあ取られたというか、まあ正当な対価だとは思うけど、とは思うけどさ、最初に言ってくれって感じだよね。そう、後からくれとか言われてもさ。なんとかカード決済 OK の Uber ドライバーが見つかりましたが、フェリー乗り場の反対側にいるらしいです。フェリーに乗る車の渋滞にはまってしまったのか、結局ここで1時間以上待ちました。なんであのアジア人さっきからあそこで固まってるんだという周囲の視線が痛いです。これ橋作った方がスムーズに行き来できるだろうに、なんでわざわざフェリーのままにしてるんでしょうね。 Thank you。とにかくここから動けてよかったです。そしてこのフェリーターミナルから車で1時間ちょっと走り、モンバサ屈指の美しさと言われるディアニビーチにやってきました。いや、道中本当にいろいろありましたが、なんとかここまで来ました。ちなみにここに来て初めて自分たち以外の観光客を見かけました。白い砂とエメラルドグリーンの海が美しいモンバサのビーチ。このような白砂のビーチはサンゴや貝殻などが風化した石灰質の砂によって作られています。サンゴは太陽光が届きやすい浅い海で基本的に育ちます。適当な気候環境と遠浅の海という地理的条件がサンゴを育て、長い年月をかけてこの美しい景色が形成されているのです。そしてこの豊富なサンゴの存在によって先ほどまで見てきた砦だったり旧市街の家が作られています。これまで見てきたように、やはり地理的な条件がその地域ごとそれぞれの文化的な背景に密接に関わっているんだなと改めて感じます。いろいろトラブルもあってランチを食べれてなかったので、ここで腹ごしらえをします。これで約1000円ほどです。観光地はやっぱり日本とあまり変わらないですね。で、ここはカードが使えました。いや、本当に一時はどうなることかと思いましたが、なんとかこの綺麗なビーチにたどり着けて本当に安心です。地元の若者でしょうか。えげつない身体能力です。いや、やばいな、これは。笑っちゃうぐらいすごい、これは本当に。フェリーとタクシーの件で大幅に時間をロスしてしまったので、最後にちょっとだけ入水してきます。もう日が傾いてきてて少し寒いですね。まさかアフリカまで来て海水浴するとは思いませんでした。Thank you. You saved my life. Thank you. どうしてそんなに助けてくれるのと聞いてみたら、自分もずっと日本の車に乗っていて日本にいいイメージがあるし、せっかくケニアに来てくれたのに嫌な思い出を作って帰ってほしくないからと言ってくれて、本当にこれを泣きそうになりました。結局ビーチにはそんなに滞在できませんでしたが、いろいろと貴重な経験ができたと思います。
もちろん諸々の反省点も含めてですが、ケニアの方の優しさと綺麗なサンセットが心に染みます。道中大きめのキリスト教の教会を見ることができました。モンバサはムスリムが多いですが、ケニア全体としては冒頭も見たようにキリスト教徒が多いです。その後日が暮れてから急に雨が降り出して道が一瞬で冠水してしまいました。この辺りはおそらく下水設備が未整備なのか本当にあっという間でした。見ての通り街灯もこの辺はあんまりなくてかなり暗いです。これ現地の皆さん家やお店は大丈夫なんでしょうか。ナイロビでもそうでしたが、やはり観光客は特に夜はあまり出歩かない方が良さそうです。いやー、この先の道路大丈夫なんだろうか。ホテルに帰れればいいんですが。帰りはフェリーに車ごと乗り込むことになりました。さすがに中心部に渡ることができればもう安心のはず。はい、結局とんでもなく混雑していて、目の前の対岸に渡るのに結局1時間以上かかりました。これだけの人の行き来があるのにどうして数十分に1本のフェリーを使い続けるんだろう。これはもちろん批判とかではなくて純粋に気になりました。それにしても渡った先もなかなかカオスです。Bye, see you. See you. Thank you so much. Thank you. はいい人おる？あ、いやもう本当にこれはちょっと大バカこいたわ。もう本当に感謝。やばいね。こんないい人おるってぐらいいい人。マジであの二人がおらんかったら多分今頃死んどったよ。ほんまや、帰れなかったよ。夕食の終了時間10分前になんとか駆け込みました。ご飯を食べていると隣でマサイ族の方々のパフォーマンスが始まりました。ナイロビや国立公園の方でも見てきたんですが、改めてえげつない跳躍力ですね。このリゾートホテルにはバーや卓球、そしてビリヤードのスペースもあります。ここにいるとさっきまでの外のカオスな光景を忘れてしまいそうです。はい、そしてモンバサ最終日の朝になりました。この後チェックアウトしたらすぐ空港に行ってナイロビに戻ります。最終日なんでこのインド洋に昇る朝日を撮りたかったんですが、ちょっと微妙な天気ですね。ただそれでもやっぱりすごい綺麗です。で、粘ってたら最後にいい写真が撮れました。これめちゃくちゃ美味しい、マジで。これプレーンなのが大好き。見てももちもち感伝わってくるでしょ。これうまいんだよね。どうしたの？にゃーんと来たか。最終日の朝にしてケニア最強の朝飯を作り出してしまいました。見てください、これ。目の前で焼いてくれたパンケーキにチョコチップとこのグラノーラみたいなやつとバナナも自分で切ってもうオリジナルで作りました、わざわざ。まあこんなん絶対うまいやろ、どう考えても。うまい。チェックアウト前に最後ちょっと散歩したいと思います。ふと自分は今アフリカの大地に立ってインド洋を望んでるんだなと思うと、自分のふるさとは山に囲まれたど田舎だったので、まあ随分と遠くに来たものだなと改めて思って、なんだか感慨深いものがありますね。今回あまりゆっくりできなかったのが名残惜しいですが、そろそろチェックアウトしようと思います。本当はもう数時間ぐらいは余裕があったんですが、今日は全国的なデモが行われるらしく、動けなくなったら困るので、だいぶ早いですが空港に向かいます。
このホテルは中心部から離れたところにあるので一見普通ですが、ナイロビでお世話になったケニア在住の日本人の方からも注意喚起の連絡をいただきました。で、この橋が昨日渡るのに1時間以上かかった橋ですね。今朝は普通に通れてます。この橋ももう少し車線増やせないのかなと思ってしまいますが、まあそう単純にもいかないのでしょう。空港に戻る途中、島の中心部では建設途中のビルもちらほら見かけました。5年後、10年後、この街がどうなっていくのか、とても気になるところです。ここはおそらく中国資本の鉄道の延伸工事を行っているんだと思います。で、その後デモに巻き込まれることなく無事空港に到着しました。ジャバハウスというケニアの定番カフェがあるんですが、飛行機の時間までここで待機しようと思います。で、ここは普通サイズのコーヒーでもかなりでかいです。早く着いてしまって暇なので恒例の物価チェックをしようと思います。1ケニアシリング約1円です。コーヒーは日本より少し安いくらいでしょうか。ケニア人の平均月収は調べてみると650ドルほどとのことで、日本の約4分の1です。それで外食の値段がほぼ一緒となると、おそらく都市部以外の人にとってはなかなか手が出ない値段帯なんじゃないかなと思います。ケニアの主要産業の農業に加えて他の産業がいくつか育ってくれば国民全体が飛んでいくんじゃないかなと思いますが、今後どうなっていくか注目ですね。そして帰りは空路でナイロビに帰ります。今回いろいろと予期せぬトラブルはありましたが、終わってみればいい思い出です。ちょっと怖い人もいましたが、基本的にみんな優しくて、中にはただ優しいだけじゃなくて本当に信じられないくらい親身に助けてくれる人たちがいたのも印象的でした。もちろん助けられてばかりでは申し訳ないので、特に交通状況系のリサーチはもっと入念に行わなくちゃいけないなというのが今回の教訓です。ただここまで来ると日本語の情報がほぼなかったりするので、これは注意が必要ですね。で、ナイロビに行くのになぜ来る時に使った鉄道ではなくて比べて少し割高なこの飛行機を選んだかというと、もちろん時間を大幅に短縮できるということもありますが、このモンバサ・ナイロビ間の空路ではアフリカ最高峰のキリマンジャロ山を見ることができるということで、帰りは空路を選びました。一気に高度が上がりました。そろそろケニアとタンザニアの国境付近にキリマンジャロが見えてくると思うんですが、はい、そしてついにキリマンジャロ山の山頂部分が見えました。ここから見てもとてつもなく巨大に感じます。キリマンジャロはケニアの南隣のタンザニアに位置する標高5895メートルを誇るアフリカ大陸最大の山です。山脈に属さない富士山のような独立峰としてはこの地球上で最も高い山でもあります。かなり距離はありますが、それでも本当に雄大で美しいです。なぜこの場所に世界で最も高い独立峰があるかというと、以前のケニアの動画で詳しく紹介したアフリカ第一洪帯のかつての火山活動の影響によって形成されたといいます。ケニアやタンザニアを含む東アフリカはこのアフリカ第一洪帯に沿って数百万年後に分裂すると言われています。キリマンジャロが大きすぎて雲がその部分だけ切り裂かれてますね。言葉にならない美しさに本当に感動しました。空路ではキリマンジャロ、鉄道でも冒頭で紹介した世界最大の大地ヤッタプラトーが見れるので、やはりせっかくケニアに来たらぜひモンバサにも足を伸ばしてみてほしいです。で、約1時間でケニアの首都ナイロビに戻ってきました。ジョモケにあった国際空港、冒頭で写真を載せたケニアの初代大統領のジョモケニアッタ氏の名前を冠しています。長かったケニア旅もついにこれで終わりです。人生のどこかで一度はアフリカ大陸を探検したいと思ってましたが、偶然も重なってまさかこんなに早く20代のうちに経験できるとは思ってませんでした。特にケニアを含む東アフリカは諸説ありますが、人類誕生と進化の地と言われています。またヤッタ大地やキリマンジャロの際にも触れたように、アフリカ第一洪帯という現在地球上で最もダイナミックな地質的現象が起きている場所でもあります。学生の頃に本や教科書で読んだ憧れの場所を訪れることができて本当にいい思い出になりました。
この若く発展の途上にある国が今後どうなっていくのか、さらに興味が湧いたと同時に、またここに戻ってきたいと心から思います。皆さんも機会があればケニアで人類の悠久の歴史に思いを馳せてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。